旅トラベルガイドの K です。今回はアンコールトムの中心寺院バイヨンとシェムリアップ市街を巡ります。チャンネル登録して一緒に旅を体験してください。アンコールワットからグラブアプリでトゥクトゥクを配車します。トゥクトゥクをチャーターせず、その都度アプリで手配できるのか心配していましたが、すぐに捕まりました。目的に応じて車種が選べます。2人ならトゥクトゥクが安く、雰囲気も楽しめます。Thank you. アンコールトムはジャヤバルマン7世が築いた王都。一辺3キロの城壁に囲まれた巨大な城郭都市です。あっち行ってくれへんねんな。アンコールトムへの入場はトゥクトゥクに乗ったままチケットチェックポイントを通過できます。Thank you. 南大門からアンコールトムに入場します。大蛇ナーガを神々とアシュラが綱引きしている入海閣藩が表現されています。右側はアシュラ、左が神々です。分かりにくいですが、南大門にも石の顔が彫られています。森が開けてバイヨンが見えてきました。バイヨンテンプル。バイヨンは30年以上にわたり日本が保存修復に貢献しています。テラスには巨大な木が根を張り、遺跡と自然が織りなす景観も見どころです。アンコールトムの中心に立つバイヨン。塔の4面に穏やかに微笑む観世音菩薩が彫られています。クメールの微笑みとして知られています。こちらが第一回廊です。壁一面に精巧なレリーフが刻まれています。クメール王朝の歴史や人々の暮らし、神話などが描かれています。こちらは象に乗った軍隊の戦いが描かれています。
クメール軍の行進の様子。白く明るい部分は日本の修復チームによって黒ずみが取り除かれ、もともとの砂岩の色が蘇った場所です。画面で見比べると違いがよくわかりますよね。1000年前の人々が目にした当時の色が現代の技術によって再現されています。水上での戦闘の様子、水に落ちた兵士がワニに襲われる様子まで描かれています。第一回廊には天井があったそうですが、今はありません。日差しが厳しいので、できるだけ早い時間の観光がおすすめです。私たちはアンコールワットをじっくり見たので、ちょっと遅くなりました。入れるみたいやけど。第二回廊に進みます。第二回廊にもレリーフが刻まれています。アンコールワットとは異なり、通路はあらゆる方向に伸びる複雑な構造です。クメールの微笑みに癒されます。階段を登ったり降りたりと複雑な作りになっています。こんなとこ歩けるんですかっていう迷路のような空間です。幾度もの増築を経て現在の複雑な構造になったと考えられています。入っちゃダメですけどみたいな感じで、こっからいろいろと眺められる。どこを歩いているのか完全に見失っています。私たちが訪問した2026年5月は中央市道は修復中のため立ち入りできませんでした。ここを上がるとクメールの微笑みを間近で見られるらしいです。顔が撮れるいいスポットがないですね。2番目に来なあかんとこらしいからな。右に行ったら一度降りますが、入った時の反対側に出てきたようです。今日の遺跡巡りはこれで終了です。グラブアプリでトゥクトゥクを配車します。アンコールワットよりさらに市街から離れていますが、簡単に配車できました。ハロー。20分ぐらいかかります。ここは一方通行みたいやな。徒歩税もこちらは大蛇ナーガを引く神々です。どうするのかな。
アンコールワットを通過します。ホテルに到着しました。ちょっと休憩します。あ、いい香り。グラブが体力も回復したので買い物に出かけます。歩けなくはない距離ですが、安くて雰囲気も楽しめるのでトゥクトゥクを利用します。9分ぐらいだし。Thank you。2階建てのしっかりしたスーパーです。生鮮食品、日用品、薬、お土産、何でも揃っています。冷凍食品、一番搾り提供生野菜売ってます。ワインセラーまで備えています。デリカテッセン、デリカテッセン、スパムシュガー3ドル20。いいでこれ作る。これぐらいの形してんねや。トイレは清潔です。荷物を置きに一旦ホテルに戻ります。グラブでトゥクトゥクを配車しましたが、バイクで牽引するタイプのレモルクが来ました。トゥクトゥクと比べて乗車スペースが広く、スピードも出ます。到着。クメール料理の有名店、クメールテイストレストランで食事をいただきます。遺跡巡りの締めは冷えたビールが最高です。アモックやロックラック、イカの生胡椒炒めなどカンボジアの定番料理をいただきました。フィッシュアモック、ビーフロクモク、イカの青胡椒炒め。日本人の口に合う大満足の美味しさでした。詳細は別動画でお届けします。シェムリアップ市街の中心部へ歩いて向かいます。パブストリート。ここが有名なパブストリートです。ライトアップ前の落ち着いた雰囲気です。
こちらが有名なオールドマーケットです。パブストリートの近くにあり、地元の人にも観光客にも親しまれている市場です。どこやろ、ここかな、ここか。市場のトイレを使用するには500リエル、約20円必要です。払うね、500リエル払うね。お惣菜、また野菜屋さんとかになってる。リバーサイドナイトマーケット。いっぱい屋台が出てます。こちらは日本人が手掛けるクルクメール。カンボジア産のハーブや素材を使ったお土産が人気のお店です。バスソルトっぽい感じですね。ハロー。ここの店やったんやな。パブストリートがじわじわとライトアップされてきました。0.75。暑い中の街歩きで疲れたので、涼しいお店を探して休憩します。チアーズ、これ75セント。しかも中クーラー効いてる。はい、ビールが75セント、約120円。クーラーも効いていそうなので、こちらで休憩します。私たちには謎のスポーツ、オージーフットボールが放送されています。ビールは冷えていて美味しいです。お店のクーラーはそこまで効いていませんが、冷たいビールを飲んでちょうどいい感じでした。トイレもクーラーが効いていました。日も暮れてパブストリートもにぎわってきました。シェムリアップ川沿いのナイトマーケットを散策します。なるほど。地元の人が多い感じがします。料理しはるわなあ。ライトアップされてとても綺麗でした。お店がいっぱい出てます。ブラブラするだけでも楽しめます。少し早いですがホテルに戻ります。とはいえ時差が2時間ありますので、日本時間ではそろそろ10時です。シェムリアップ川沿いはライトアップされていてとても綺麗です。
ゥクトゥクの移動はもはや観光ですね。アンコールドムの中心寺院バイヨン、そしてシェムリアップの市街を満喫しました。次回は大人の隠れ家といった趣のホテル、ヘリテージスイーツホテルを紹介します。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいね、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。